三月期。老妻の李長は博学才英、天保の御年、若くして名を古坊に連ね、ついで江南へに干せられたが、性見解、自ら頼むところすこぶる厚く、千里に甘んずるを潔しとしなかった。幾幕もなく官を退いた後は、古山、閣略に気がし、人と交わりを絶って、ひたすら思索にふけった。狩りとなって、長く膝を俗悪な体感の前に屈するよりは、詩歌としての名を死後100年に残そうとしたのである。しかし、文明は容易に上がらず、生活は日を追うて苦しくなる。李長はようやく焦燥に駆られてきた。この頃からその要望も小国となり、肉落ち、骨ひで、眼光のみ、いたずらに軽々として、かつて紳士に東大した頃の宝鏡の美少年の面影はどこに求めようもない。数年の後、貧窮に絶えず、妻子の移植のために、ついに節を屈して、再び東へ赴き、一地方管理の職を奉ずることになった。一方、これは、己の修行に半ば絶望したためでもある。かつての同輩は、すでに遥か高位に進み、彼が昔、鈍物として志賀にもかけなかったその連中の加盟を廃さねばならぬことが、往年の俊才李長の自尊心をいかに傷つけたかは想像に難くない。彼は往々として楽しまず、強敗のせいはいよいよ抑えがたくなった。一年の後、紅葉で旅に出、女水のほとりに宿ったとき、ついに発狂した。ある夜半、急に顔色を変えて寝床から起き上がると、何かわけのわからぬことを叫びつつ、そのまま下に飛び降りて、闇の中へ駆け出した。彼は二度と戻ってこなかった。付近の山野を捜索しても何の手がかりもない。その後李長がどうなったかを知る者は誰もなかった。翌年、観察御師、陳軍の円山という者、勅命を報じて嶺南に仕えし、道に正午の地に宿った。次の朝、まだ暗いうちに出発しようとしたところ、疫痢が言うことに、これから先の道に人食い虎が出るゆえ、旅人は白昼でなければ通れない。今はまだ朝が早いから、今少し待たれたがよろしいでしょう、と。円さんはしかし、友回りの多勢なのを頼み、疫痢の言葉を退けて出発した。残月の光を頼りに、林中の草地を通って行ったとき、果たして一匹の猛虎が草むらの中から踊り出た。虎は、あわや円さんに踊りかかると見えたが、たちまち身を翻して元の草むらに隠れた。草むらの中から人間の声で、危ないところだった。と繰り返しつぶやくのが聞こえた。その声に、円さんは聞き覚えがあった。恐怖の中にも、彼はとっさに思い当たって叫んだ。
その声は、我が友、李長氏ではないか。円さんは、李長と同年に紳士の代に上り、友人の少なかった李長にとっては、最も親しい友であった。温和な円さんの性格が、俊少な李長の正常と衝突しなかったためであろう。草むらの中からは、しばらく返事がなかった。忍び泣きかと思われる、かすかな声が、時々漏れるばかりである。ややあって、低い声が答えた。いかにも、自分は、老妻の李長である。と、円さんは、恐怖を忘れ、馬から降りて草むらに近づき、懐かしげに休活を助した。そして、なぜ草むらから出てこないのかと問うた。李長の声が答えて言う。自分は今や衣類の身となっている。どうして、おめおめと友の前に浅ましい姿を晒せようか。かつまた、自分が姿を現せば、必ず君に、畏怖犬猿の情を起こさせるに決まっているからだ。しかし、今図らずも個人に会うことを得て、忌憚の念をも忘れるほどに懐かしい。どうか、ほんのしばらくでいいから、我が醜悪な今の外形を厭わず、かつて君の友、李長であったこの自分と話を交わしてくれないだろうか。後で考えれば不思議だったが、その時、円さんは、この超自然の怪異を実に素直に受け入れて、少しも怪しもうとしなかった。彼は部下に命じて行列の進行を止め、自分は草むらの傍らに立って、見えざる声と対談した。都の噂、旧友の消息、円さんが現在の地位、それに対する李長の祝辞、青年時代に親しかった者同士のあの隔てのない語調で、それらが語られた後、円さんは、李長がどうして今の身になるに至ったかを尋ねた。早中の声は次のように語った。今から1年ほど前、自分が旅に出て、徐水のほとりに泊まった夜のこと。一睡してからふと目を覚ますと、戸外で誰かが我が名を呼んでいる。声に応じて外へ出てみると、声は闇の中からしきりに自分を招く。覚えず、自分は声を追うて走り出した。無我夢中で駆けてゆく中に、いつしか道は山林に入り、しかも知らぬ間に自分は左右の手で地を掴んで走っていた。何か体中に力が満ち満ちたような感じで、軽々と岩石を飛び越えていった。気がつくと、手足や肘のあたりに毛を生じているらしい。少し明るくなってから谷川に臨んで姿を映してみると、すでに虎となっていた。自分ははじめ目を信じなかった。次に、これは夢に違いないと考えた。夢の中で、これは夢だぞと知っているような夢を、自分はそれまでに見たことがあったから、どうしても夢でないと悟らねばならなかったとき、
自分は呆然とした。そうして恐れた。全くどんなことでも起こり得るのだと思うて、深く恐れた。しかし、なぜこんなことになったのだろう。わからぬ。全く何事も我々にはわからぬ。理由もわからずに押し付けられたものをおとなしく受け取って、理由もわからずに生きてゆくのが我々生き物の定めだ。自分はすぐに死を思うた。しかし、その時目の前を一匹のウサギが駆けすぎるのを見た途端に、自分の中の人間はたちまち姿を消した。再び自分の中の人間が目を覚ましたとき、自分の口はウサギの血にまみれ、あたりにはウサギの毛が散らばっていた。これが虎としての最初の経験であった。それ以来、今までにどんな所業をし続けてきたか、それは到底語るに忍びない。ただ、一日のうちに必ず数時間は人間の心が帰ってくる。そういう時には、かつての日と同じく、人語も操れれば、複雑な思考にもこらえ得るし、慶書の正句をそらんじることもできる。その人間の心で、虎としての己の残虐な行いの後を見、己の運命を振り返る時が、最も情けなく、恐ろしく、憤しい。しかし、その人間に帰る数時間も、日を経るに従って次第に短くなってゆく。今までは、どうして虎などになったかと怪しんでいたのに、この間ひょいと気がついてみたら、俺はどうして以前人間だったのかと考えていた。これは恐ろしいことだ。今少し経てば、俺の中の人間の心は、獣としての習慣の中に、すっかり埋もれて消えてしまうだろう。ちょうど、古い宮殿の礎が次第に土砂に埋没するように。そうすれば、しまいに俺は自分の過去を忘れ果て、一匹の虎として狂い回り、今日のように道で君と出会っても友と認めることなく、君を裂き、食ろうて何の害も感じないだろう。一体、獣でも人間でも、元は何か他のものだったんだろう。はじめはそれを覚えているが、次第に忘れてしまい、はじめから今の形のものだったと思い込んでいるのではないか。いや、そんなことはどうでもいい。俺の中の人間の心がすっかり消えてしまえば、おそらくその方が俺は幸せになれるだろう。だのに、俺の中の人間は、そのことをこの上なく恐ろしく感じているのだ。ああ、まったくどんなに恐ろしく悲しく切なく思っているだろう。俺が人間だった記憶のなくなることを、この気持ちは誰にもわからない。誰にもわからない。俺と同じ身の上になったものでなければ。ところで、そうだ。俺がすっかり人間でなくなってしまう前に、一つ頼んでおきたいことがある。
円さんはじめ一行は、息を飲んで、宗中の声の語る不思議に聞き入っていた。声は続けて言う。他でもない。自分は元来詩人として名をなすつもりでいた。しかも、行未だならざるに、この運命に立ち至った。かつて、作るところの詩、数百編、もとより、まだ世に行われておらぬ。以降の所在も、もはやわからなくなっていよう。ところで、その中、今もなお希少せるものが数十ある。これを我がために伝録していただきたいのだ。何もこれによって一人前の詩人面をしたいのではない。作の後節は知らず、とにかく賛を破り、心を狂わせてまで自分が生涯それに執着したところのものを一部なりとも後代に伝えないでは死んでも死にきれないのだ。円さんは部下に命じ、筆を取って宗中の声に従って書き取らせた。李長の声は草むらの中から朗々と響いた。長短およそ30編。拡張項が、異種択一。一読して作者の才の非凡を思わせるものばかりである。しかし、円さんは感嘆しながらも、漠然と次のように感じていた。なるほど。作者の素質が第一流に属するものであることは違いない。しかし、このままでは第一流の作品となるのには、どこか非常に微妙な点において欠けるところがあるのではないか、と。九死を吐き終わった李長の声は、突然調子を変え、自らをあざけるがごとくに言った。恥ずかしいことだが、今でも、こんな浅ましい身となり果てた今でも、俺の詩集が、長安風流人士の机の上に置かれている様を夢に見ることがあるのだ。岩窟の中に横たわって見る夢にだよ。笑ってくれ。詩人になり損なって、虎になった哀れな男を。円さんは、昔の青年、李長の自傷癖を思い出しながら、悲しく聞いていた。そうだ。お笑い草ついでに、今の思いを即席の詩に述べてみようか。この虎の中に、まだかつての李長が生きている印に。円さんは、また狩りに命じてこれを書き取らせた。その詩に言う。たまたま教室により種類となる。再感、愛よって逃るべからず。今日の僧が誰かあえて適戦。当時の成績、共に愛高し。我、異物となる方々のもと。君、すでに用に乗じて、帰省号なり。この夕べ、慶山の名月に対す。嘲笑をなさず、ただ、こうおなす。時に残月、光冷ややかに、
白露は地に茂く。樹冠を渡る冷風はすでに暁の近きを告げていた。人々はもはや事のキーを忘れ、粛然としてこの詩人の発行を嘆じた。李長の声は再び続ける。なぜこんな運命になったかわからぬと先刻は言ったが、しかし考えようによれば思い当たることが全然ないわけでもない。人間であったとき、俺は努めて人との交わりを避けた。人々は俺を虚豪だ、尊大だと言った。実は、それがほとんど羞恥心に近いものであることを人々は知らなかった。もちろん、かつての教頭の奇才と言われた自分に自尊心がなかったとは言わない。しかし、それは臆病な自尊心とでも言うべきものであった。俺は死によって名をなそうと思いながら、進んで死についたり、求めて私有と交わって切磋琢磨に努めたりすることをしなかった。かといって、また俺は俗物の間に誤することも潔しとしなかった。共に我が臆病な自尊心と尊大な羞恥心とのせいである。己の玉にあらざることを恐れるがゆえに、あえて酷苦して磨こうともせず、また、俺の玉なるべきを半ば信ずるがゆえに、ろくろくとして河原に誤することもできなかった。俺は次第に世と離れ、人と遠ざかり、憤懣と残意とによって、ますます己の内なる臆病な自尊心を買い太らせる結果になった。人間は誰でも猛獣使いであり、その猛獣に当たるのが各人の正常だという。俺の場合、この尊大な羞恥心が猛獣だった。虎だったのだ。これが俺を損ない、妻子を苦しめ、友人を傷つけ、果ては俺の外形を核のごとく内心にふさわしいものに変えてしまったのだ。今思えば全く俺は俺の持っていたわずかばかりの才能を空費してしまったわけだ。人生は何事をもなさぬにはあまりに長いが、何事かをなすにはあまりに短いなどと口先ばかりの稽古を浪しながら、事実は才能の不足を暴露するかもしれないとの卑怯な危惧と酷苦を厭う怠惰とが俺のすべてだったのだ。俺よりもはるかに乏しい才能でありながら、それを僭越に磨いたために堂々たる詩歌となった者がいくらでもいるのだ。虎となり果てた今、俺はようやくそれに気がついた。それを思うと、俺は今も胸を焼かれるような快を感じる。俺には、もはや人間としての生活はできない。たとえ、今俺が頭の中で、どんな優れた詩を作ったにしたところで、どういう手段で発表できよう。まして、俺の頭は日ごとに虎に近づいてゆく。どうすればいいのだ。俺の空費された過去は、俺はたまらなくなる。そういう時、俺は、向こうの山の頂の岩に登り、空国に向かって吠える。この胸を焼く悲しみを誰かに訴えたいのだ。俺は昨夕も、あそこで月に向かって吠えた。誰かにこの苦しみが分かってもらえないかと。しかし、獣どもは俺の声を聞いて、ただ恐れ、
ひれ伏すばかり。山も木も月も梅雨も、一匹の虎が怒り狂ってたけっているとしか考えない。天に踊り、地に伏して嘆いても、誰一人俺の気持ちを分かってくれる者はない。ちょうど人間だった頃、俺の傷つきやすい内心を誰も理解してくれなかったように、俺の毛皮の濡れたのは、夜露のためばかりではない。ようやくあたりの暗さが薄らいできた。木の間を伝ってどこからか行角が悲しげに響き始めた。もはや別れを告げねばならぬ。酔わねばならぬ時が、虎に帰らねばならぬ時が近づいたから、と、李長の声が言った。だが、お別れする前にもう一つ頼みがある。それは、我が妻子のことだ。彼らはまだ隠略にいる。もとより、俺の運命については知るはずがない。君が南から帰ったら、俺はすでに死んだと彼らに伝えてもらえないだろうか。決して、今日のことだけは明かさないでほしい。厚かましいお願いだが、彼らの孤弱を憐れんで、今後とも同途に祈祷することのないように計らっていただけるならば、自分にとって恩公これに過ぎたるはない。弦終わって、総中から同国の声が聞こえた。縁もまた涙を浮かべ、喜んで李長の意に添いたい旨を答えた。李長の声はしかし、たちまちまた宣告の自重的な調子に戻って言った。本当は、まず、このことの方を先にお願いすべきだったのだ。俺が人間だったなら、飢え凍えようとする妻子のことよりも、己の乏しい修行の方を気にかけているような男だから、こんな獣に身を落とすのだ。そうして付け加えて言うことに、円さんが霊南からの帰途には、決してこの道を通らないでほしい。その時には、自分が酔っていて、友を認めずに襲いかかるかもしれないから。また、今別れてから前方100歩のところにあるあの丘の上に登ったら、こちらを振り返ってみてもらいたい。自分は今の姿をもう一度お目にかけよう。優に誇ろうとしてではない。我が醜悪な姿を示して、もって再びここを過ぎて自分に会おうとの気持ちを君に起こさせないためであると。円さんは草むらに向かって年頃に別れの言葉を述べ、馬に上がった。草むらの中からはまた絶え得ざるがごとき悲求の声が漏れた。円さんも幾度か草むらを振り返りながら涙の中に出発した。一行が丘の上に着いたとき、彼らは言われた通りに振り返って先ほどの林間の草地を眺めた。たちまち一匹の虎が草の茂みから道の上に躍り出たのを彼らは見た。虎はすでに白く光を失った月を仰いで、二言三言奉公したかと思うと、また元の草むらに踊り入って、再びその姿を見なかった。